バッドエンドも十分にあり得ます。はい、どうもこんにちは。アニメ見すぎて妻に逃げられた男、チャラです。今回はですね、日暮の納校に卒があと2話で終わるにはどうすればいいのかを考察していきたいと思います。右に書いてある順で進めていきますのでよろしくお願いします。それでは行きましょう。はい。ではまず、それぞれのパターンを説明する前にですね、前提となる考察を説明しておきたいと思います。まずですね、祭り林編から里子足編の間で、里子は一回死んでいると自分は考えています。その理由はですね、エウバに会うには一回死ぬ必要があるからだと考えているからですね。角に触ってエウバに会うという描写がされていたんですけど、あれはごまかすための表現というか比喩的な表現であって、何かしらの理由で里子は一回死んでいると自分は考えています。ちょっとその死んだ理由についてはいい案が思い浮かんでいませんので、何かいい案ありましたらコメントにて記入お願いします。で、もう一つ前提となるのがですね、日暮の納校に豪卒はエウアの世界で、エウアの世界のひなみ沢であるということですね。で、こちらはどういうことかと言いますと、もともと日暮の納校に一期の世界は、羽生がいる世界ですね。あれは羽生のかけらの世界、羽生の世界のひなみ沢のお話であって、今回、日暮の納校に豪卒というのは、エウアのかけらの世界、エウアのかけらの世界のひなみ沢の話ということで、話を進めていきたいと思います。これ何が違うかと言いますと、エウアの世界で今、繰り返しを行っていますので、この世界が終わったら、羽生の世界のひなみ沢に戻るという前提でお話をしていきますのでよろしくお願いします。アニメが好きな方、チャンネル登録して一緒にいろんなアニメを楽しみましょう。はい、それでは一つ目。ハッピーエンドのパターンですね。こちらの一つ目がですね、リカが折り紙の竜王で魔女人格の里子を退治すると。で、こちらですね、前提としてみんなの記憶が復活していることが前提となります。みんなというのは部活メンバーですね。で、今、里子が銃を構えている構図なんですけど、リカが一番遠くにいて、その前に部活メンバー3人がいるという構図になっていますので、里子を守る形で部活メンバーが盾になるのかな。で、里子を説得して、説得しつつ、その隙をついて、リカが鬼神の竜王で、里子の魔女人格を破壊するという流れになると思います。こちらのパターンで、破壊というか、魔女人格を退治した後、里子は、元のひなみ沢、羽生の世界のひなみ沢に戻りまして、高校生の里子に戻るのかな。はい。で、リカたちとファミレスで合流して、みんなに謝罪して終わるという話になるんじゃないかなと思っております。二つ目のパターンですね。こちらハッピーエンド二つ目のパターンは、シオンとサトシが駆けつけて魔女里子退治ということで、こちらどういったパターンになるかと言いますと、これはですね、実は里子とシオンが協力してサトシのことを、助けていたんじゃないか、もしくはサトシがそもそもひなみ沢症候群になっていないんじゃないかという前提の考察になりますね。これはどういうことかと言いますと、前提条件でエウアの世界の話という話をしていたんですけど、エウアの世界ではですね、ひなみ沢症候群は今なくなってるんじゃないかなと。羽生の存在がいませんので、ひなみ沢症候群自体がもうないんじゃないかなと考えておりまして、サトシもそれのおかげで、ひなみ沢症候群も治ってんじゃないかなって思っています。そういう描写が全くないんですけど、お別れのシーンとかね、描かれていましたけど、あまりにも出てきてませんので、強引にサトシを活躍させるために、こういうパターンを考えてみました。で、魔女里子を退治した後は、パターン1と同じように、現代に戻って、リカたちとファミレスで合流して、謝罪して終わるというパターンになると思います。ハッピーエンド3つ目のパターンですね。
里子が銃を外し、魔女里子を退治するということで、こちらどういったパターンなのかと言いますと、これ、鉄平の場面と似ているんですけど、通常の里子と魔女里子がですね、また葛藤を始めまして、銃を外すと。で、その外した隙に、リカが鬼神の竜王で、里子の魔女人格だけを退治するという流れになります。こちらはね、一応鉄平を銃で撃つシーンで、伏線がありますので、もう一回、赤目と通常のやり合いがあって、銃を外すという流れはあり得るんじゃないかなと思います。こちらも、退治した後は、現代というかね、元の世界に戻り、リカたちにファミレスで合流して謝罪する流れで終わるんじゃないかなと思います。はい、では次はバッドエンドのパターンを、考察していきましょう。まず一つ目ですね。リカが鬼狩りの竜王で自殺ということで、こちらはですね、鬼狩りの竜王を誰に使うかという話なんですけど、里子に使うんじゃなくて、リカは自分に使ってしまったというパターンになります。銃で撃たれそうになるんですけど、撃たれる前にね、もう自分でやっちゃうと。で、こちらのパターンになりますとですね、リカの魔女人格が死にますので、羽生との交流も一切できなくなると。で、そうなるとですね、映画的にも面白くないですよね。リカと羽生のつながりがなくなって、苦しむ姿もちょっと減っちゃいますので、楽しみが減って、里子への興味も失ってしまうということで、里子からも繰り返しの力をなくしてしまい、里子は目的を見失ってしまうというパターンになります。こちら完全なバッドエンドパターンですね。5つ目は、通常里子が邪魔をして、里子が自殺をするというパターンですね。こちらは、ハッピーエンドのパターンでも、考察したパターンと似てるんですけど、里子の通常人格と赤目の魔女人格がまた葛藤しまして、今回は通常里子が頑張りまして、責任を感じて拳銃で自殺すると。で、リカより先に里子が死んでしまうと、エウアが言っていたリカがいない世界に飛ばされるということで、リカがいない世界に里子は飛ばされて永遠に苦しむという流れになると思います。こちら、バッドエンド2つ紹介したんですけど、このバッドエンドのパターンはですね、次につながる話になるかなと思いますので、次のね、3期になるのかな、日暮3期もしくは OVA 劇場版とか、そういったパターンにつながるのかなと思っています。はい、ということで、日暮の落語に卒があと2話で終わるにはどうしたらいいのかというのを少々強引ですが、考えてみました。ハッピーエンド、バッドエンドのパターンどちらになるのかわかりませんけど、あと2話で終わるには、やはり強引な終わり方しかありませんので、こんな感じになるのかなと自分は考えております。バッドエンドになったパターンはね、次に続く可能性が高いということで、次に続くんならバッドエンドでもいいかなとちょっと自分は考えているんですけどね。どうなるのか、あと2話楽しみに待っていましょう。ということで、こんな感じで、日暮一つ含め、いろんなアニメの感想考察の動画をどんどん上げていきたいと思いますので、よろしかったらチャンネル登録、動画への高評価よろしくお願いします。また、動画への感想だったり、皆さんの考察などありましたら、コメントにて記入をお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。